税理士開設5年間脱税してたキャバ嬢が税務署に全部バレてた検事号取得。夜職6年目の女性がこんな投稿をしました。5年泳がされて、昨年税務署から連絡が来て、しっかり5年分遡られて、全額支払いました。稼いだ分をすべて口座に入れていたので、足がついたと思います。そして最後に一言。皆さん、気をつけてください。これに対して、ネット民の反応破口でした。口座に入れたら、そりゃそうなるだろ草。なんで預金をしてしまうのか。口座に預金関係なくて草。本人は5年泳がされたと表現していましたが、こんな指摘が相次ぎました。泳がせてたわけちゃうやろ。うっかりとか申告漏れとか、逃げ場をなくすために、数年泳がすらしいな。時効ギリギリまで泳がせてから摘発するのは、延滞やら無申告による割増が増えるからだってね。税務署も暇じゃないから、ある程度の金額にならんと動かないですよ。そもそも、どこから足がついたのかという声も上がりました。店側は素直に申告しているのだから、絶対バレるでしょうね。夜職の多くはジョーを個人事業主として業務委託している。ジョーは自分で確定申告しなきゃならない。店がジョーに払った額を経費計上してれば、ジョーが税金払わないのはおかしいってなるだけ。店側がマイナンバー記載の支払い調書を提出してるんだから、そこから申告してるか調べるでしょ。全額支払いで済んだのかと疑問の声も上がりました。これは嘘松。追徴課税に一切触れてないのはありえん。5年分なら大変なことになってそう。申告してないからこそ本当はもっと稼いでたんでしょうと言われます。例えば年収10万が4年続いて、年収200万の年があれば、5年間ずっと年収200万だった計算で税金を乗せてくるんです。そして、誰もが一番引っかかったあの一元。気をつけるんじゃなくて笑おうよ。何を気をつけるの？気をつけてじゃねえよ。絶対にみんなはバレないよう気をつけてという意味で書いてるよな。しっかり自覚持って脱税して、バレたら被害者ムーブで注意喚起とか悪意の塊だな。全然反省してない。自分のしたことが分かってないのか。最後に、こんなコメントで締めくくられていました。国税庁に目をつけられたら徹底的にやられる。普通の生活をしているなら、脱税はほぼ確実に把握されていると思った方がいいです。泳がされていたというのは、単に優先順位の問題なだけ。払えどかす。以上です。さて、ここからは税理士としての解説です。まず大前提として、夜職で働く方のほとんどは個人事業主扱いになります。お店に雇われているように見えても、法律上は業務委託契約であることがほとんどです。つまり、会社員のように会社が税金を代わりに納めてくれる源泉徴収は基本的に行われません。自分で毎年確定申告をして所得税と住民税を納める義務があります。これを知らずに店が何とかしてくれてるはずと思い込んでいる方が非常に多いです。次に、なぜバレるのかについて説明します。お店は経営上、従業員やキャストへの支払いを外注費や人件費として経費に計上しています。さらにマイナンバー制度の導入以降、年間50万円以上の報酬を支払った相手については、マイナンバーを記載した支払い調書を税務署に提出する義務があります。つまり税務署は、お店の申告データを見るだけでこのキャストにいくら払ったという情報をすでに把握しているのです。口座に入れたかどうかは、実はあまり関係ありません。では、5年間泳がされた理由は何でしょうか。税務署には人員と時間に限りがあるため、すべての申告漏れに即座に対応することはできません。優先順位をつけて調査対象を絞り、金額が大きいものや悪質性が高いものから順番に処理していきます。また、時効原則5年、悪質な場合は7年ギリギリまで泳がせることには、税務署側にメリットがあります。泳がせれば泳がせるほど、延滞税や無申告加算税が積み上がっていくからです。ここで、実際にどれだけの追加負担が発生するかを説明します。まず無申告加算税、確定申告をしなかった場合、本来の税額に対して原則 15%、税務調査を受けてから申告した場合は 20% が上乗せされます。次に延滞税、納付期限の翌日から完済まで、年率最大 14.6% が日割りで加算され続けます。5年間放置した場合、延滞税だけで本税の約 50% 以上に膨らむケースも珍しくありません。さらに悪質と判断された場合は重加算税が課され、本税の 35% から 40% が追加されます。つまり最悪のケースでは、本来の税額の2倍近い金額を支払うことになります。また、コメントにあった年収200万の計算で乗せてくるという話についても補足します。これは推計課税と呼ばれる手法です。申告をしていない場合、税務署は手持ちの資料や同業他社のデータをもとに収入を推計して課税することができます。自分で証明する資料がなければ、税務署の推計に反論することは非常に難しくなります。領収書や通帳の記録など、収支を証明できる書類を日頃から保管しておくことが重要です。最後に、刑事罰についても触れておきます。
脱税は所得税法違反にあたり、悪質な場合は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。今回のケースが刑事罰に至ったかどうかは不明ですが、追徴課税だけで終わったとしても金銭的なダメージは相当なものになります。まとめます。夜食の方は個人事業主として自分で確定申告する義務があります。お店はすでに支払い調書を税務署に提出しており、収入はほぼ把握されています。申告しないままでいると、本税に加えて無申告加算税延滞税場合によっては重加算税が積み重なり、最終的な支払い額は大幅に膨らみます。バレなければいいではなく、すでにバレているという前提で動くことが大切です。確定申告のやり方がわからない方は、税務署の無料相談窓口や税理士への相談を早めにご検討ください。この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ご質問やご意見も歓迎です。